豪華絢爛なフルコースディナーが、無慈悲にもゴミ箱へと叩きつけられていく。いい加減にしろ。お前の飯は本当にまずいんだよ。響き渡る夫の冷酷な怒声に、私はただ唇を強く噛みしめるしかなかった。毎日、心を込めて作った食事をゴミのように捨てられ続ける屈辱的な日々。しかし、この愚かな夫と義母はまだ気づいていない。彼らが見下し、蔑んでいる妻が持つ、本当の姿と価値を見る前にぜひチャンネル登録と高評価を心からお願いします。私の名前は立花美咲。専業主婦として生きる32歳の平凡な女。少なくとも、夫である立花翔太と、その母である佳代さんの前ではそうなっている。今日も夜明け前から起き出して、市場で最も新鮮な食材だけを厳選してきた。翔太が以前、一度だけ美味しいと言ったことがある鯛のポワレを作るために、黄金色に焼き上げた鯛の皮と、ふっくらとした白い身のコントラストが美しい。ソースには南仏の風を感じさせるハーブと、完熟トマトをふんだんに使った。付け合わせの野菜も、一つ一つ丁寧に調理して彩り豊かに盛り付けていく。我ながら完璧だと思える芸術的な一皿に、自然と頬が緩んでしまう。でも、このささやかな満足感は、嵐の前の静けさに過ぎないことを私は知っている。玄関のドアが、まるで蹴破るかのように乱暴に開かれる音がした。ただいま、不機嫌さを隠そうともしない翔太の低い声が、リビングに響き渡った。食卓に並べられた私の自信作を一別するなり、彼の眉間のシワがさらに深くなる。またこんな気取った魚料理か。見た目だけは本当に一丁前なんだよな。今日はとても新鮮な天然の鯛が手に入ったの。あなたの好物でしょう。私の言葉などまるで聞こえていないかのように、翔太は一口も食べずに席を立つ。そして、私の目の前で、その美しい一皿を無造作につかみ上げキッチンへ向かう。シンクの横に置かれた大きなゴミ袋の口が、まるで怪物の顎のようにガバッと開く。ザラザラという。私の心が削れていくような虚しい音がキッチンに響いた。いいか、わかったか。毎日毎日こんなまずい飯を食わされる身にもなれよ。これが、3年間繰り返されてきた。私たち夫婦の歪んだ日常風景だった。結婚当初は、こんな人ではなかったはずなのに、私の手料理を世界一美味しいと満面の笑みで頬張ってくれていたはずなのに、いつからだろうか、彼がこんな風に表変してしまったのは、すべての始まりは、義母である佳代さんとの同居だったのかもしれない。あらあら、また翔太を困らせて、うちの子はグルメなんですから。義母は、待っていましたとばかりに嫌味たっぷりの声で私を責め立てる。そして、自分が持参したという大鍋に入った煮物を、これ見よがしに食卓へ置く。味の濃い、化学調味料がたっぷり入った。時代遅れの家庭料理。ほら翔太、やっぱりお母さんの肉じゃがが一番美味しいでしょう。うん。やっぱり母さんの味が最高だよな。こっちの飯は食えたもんじゃない。二人は私という存在が、まるでそこにいないかのように会話を弾ませる。悔しくて、悲しくて、喉の奥が熱くなり、視界が滲んでいくのを感じる。でも、私は決してここで涙を見せたりはしない。この屈辱的な家にも、私だけの聖域と、誇りが残されているから、家族全員が深い眠りについた深夜1時。私は静かに書斎の椅子に座る。昼間の臆病な専業主婦の仮面を脱ぎ捨てて、プロの料理人としての顔つきで、愛用のノートパソコンを起動させ、ウェブカメラの前に静かに微笑む。皆さんこんばんは、ゆきです。今夜は特別な週末ディナーをご提案します。そう、私には誰にも明かしていない、もう一つの秘密の顔があるのだ。顔出しを一切しない謎の超人気料理研究家ゆき。それが、私の本当の、偽りのない姿だった。私の料理チャンネルは、瞬く間に登録者数100万人を誇る巨大コンテンツに成長した。出版するレシピ本は、どれも発売と同時にベストセラーランキングを独占する。大手企業からのレシピ開発や、
商品監修の依頼は引きも切らない。夫である翔太の年収など、比較にもならないほどの収入を私は得ていた。もちろん、その事実は、この家の住人は誰も知る由もなかった。なぜ、これほどの成功を隠し続けるのかと、親友はいつも不思議がる。それは、ほんのわずかな、針の先ほどの小さな希望を捨てきれずにいたからだ。いつかまた、あの頃のように翔太が私の料理を美味しいと言ってくれる日を、料理研究家ゆきとしてではなく、妻である立花美咲として、心から笑ってくれる日を、そんな愚かで淡い期待だけが、私をこの絶望的な家に縛り付ける鎖だった。画面の向こう側から流れてくる、温かいファンのコメントだけが私の唯一の救いだ。ゆきさんのレシピのおかげで、家族の食卓が明るくなりました。料理が苦手だった私が、今ではキッチンに立つのが一番の楽しみです。見ず知らずの多くの人々を、私の料理で幸せにすることができるというのに、一番身近な家族の心さえも、温めることができないなんて、この途方もない矛盾が、まるで毒のように私の心を静かに蝕んでいくのだった。そんなある日の夕食後、翔太が、これまで見たこともないほど血相を変えて帰宅してきた。会社で大変なことになった。俺の首が飛ぶかもしれない。詳しく話を聞けば、彼の会社で社運をかけた非常に重要な接待を任されたらしい。取引先の山田興産、その山田社長という人物が、とてつもない食通で有名なのだという。会社の未来を左右するほどの、絶対に失敗が許されない重要な契約がかかっている。最高の料理とサービスでもてなさなければ、契約は絶対に取れない。リビングで頭を抱えてうずくまる翔太の姿に、私は恐る恐る声をかけてみた。もしもあなたさえ良ければ、私がお手伝いしましょうか。はあ、お前がだと？本気で言ってるのか。冗談はよせよ。お前のあのクソまずい飯で、我が社の未来を潰す気か。翔太は私の申し出を、まるでお仏でも見るかのような冷たい目で一周した。その言葉は鋭い刃物のように、私の心に深く、そして静かに突き刺さった。ああ、まただ。また私の心の一部が、音を立てて砕け散っていく。後日、翔太は自宅のリビングで分厚いグルメ雑誌を睨みつけながら頭を悩ませていた。どうやら、山田社長を満足させられるような接待の店選びが、相当難航しているらしい。くそ。どこの三つ星レストランも、予約で一杯で取れないじゃないか。その時、リビングの大型テレビから、実に軽快な音楽とともに特集番組が始まった。今、主婦層から圧倒的な支持を集めるカリスマ料理研究家ゆきさん。彼女の出版したレシピ本は、異例の累計500万部を突破する大ヒットを記録。私のレシピで美しく調理された料理の数々が、画面いっぱいに映し出されていた。それを見た翔太が、まるで何かに取り憑かれたようにぼそりとつぶやいた。そうだこのユキって人にケータリングを頼むことはできないだろうか？なんでも、山田社長はこのユキ先生の大ファンだという噂なんだ。私は自分の耳を疑った。心臓が大きく跳ね上がり、呼吸が浅くなるのを感じる。隣でテレビを見ていた義母のかよさんも、感心したような声で言った。まあすごいわね。この雪って人。美咲さんも少しは見習ったらどうなの？二人は、画面の中で絶賛されている料理の作り手が、こう目の前にいる私だとは夢にも思っていない。あまりにも残酷で、皮肉に満ちたこの状況に、私はもはや乾いた笑いを浮かべるしかなかった。その日から、翔太の行き探しが始まった。正体不明の私にたどり着くために、彼はあらゆる手段を使って奔走し始めた。私のレシピ本を出版している出版社に、毎日何度も電話をかけては断られている。SNS の公式アカウントに、必死の形相でダイレクトメッセージを送り続けている。もちろん、顔も名前も明かしていない私に、彼がたどり着けるはずもなかった。ダメだどこの誰に聞いても、正体を教えてはくれない。日に日にその顔から生気が失われ、憔悴していく翔太の姿。しかし、
私の心の中に、彼に同情する気持ちは1ミリも湧いては来なかった。むしろ、心の奥深くの冷たい場所で、その滑稽な姿を静かに見つめていた。そんな矢先、私の唯一の理解者である親友のめぐみから心配そうな電話がかかってきた。めぐみは、私のレシピ本を世に送り出してくれている。敏腕編集者でもある。美咲、本当に大丈夫なの？あなたの旦那さん、うちの会社の代表電話にまでかけてきてるらしいよ。うん。なんとなく知ってる。もう、おどけすぎて言葉も出ないわ。電話口で。私は今まで誰にも見せたことのない弱い部分を初めて吐露した。ねえめぐみ。私、もう限界かもしれない。何のためにこんな屈辱的な生活を続けてるんだろう。めぐみは、何も言わずに、ただ静かに私の言葉に耳を傾けてくれていた。美咲、あなたはもう十分に頑張りすぎたよ。あなたは、そんな扱いを受けるべき人じゃない。もし決心がついたなら、いつでも私があなたの力になるから。親友の変わらない優しさと力強い言葉が、固く凍りついていた私の心を、ほんの少しだけ溶かしてくれた。接待の前日の夜、結局、翔太は有名なホテルの最高級フレンチレストランを予約したようだった。しかし、その表情は全く晴れず、むしろ不満と焦燥感で歪んでいる。本当はゆき先生の料理が一番良かったんだがもう仕方がない。彼はそう毒づくと、まるで最終通告のように私に冷たく言い放った。おいみさき、明日は絶対に一歩も家から出るなよ。いいな、万が一、お前が山田社長の目に触れたりしたら、俺の人生の恥だからな。その非情な言葉が、私の心に残っていた最後の細い糸を、ぷつりと断ち切った。はあ、そうか、私はこの人にとって、人生の恥でしかない存在だったのか。もういい、もうたくさんだ。この人のために、これ以上自分を偽り、我慢を重ねる必要などどこにもない。妻としてではなく、一人の料理家として、私のプライドをかけて最後の戦いをしよう。私は、スマートフォンの連絡先からめぐみの名前を探し出し、静かに発信ボタンを押した。めぐみ、お願いがあるの。私に力を貸してくれる？私の声に含まれた、揺るぎない決意の響きに、めぐみはすべてを察してくれたようだった。もちろんよ。美咲、最高の舞台を、私の方で用意させてもらうわ。接待当日、翔太が勤める会社の特別応接室は、凍りつくような重苦しい空気に支配されていた。取引先である山田興産の山田社長が、ソファに深く腰掛け、鋭い目で腕を組んでいる。翔太と、その直属の上司である営業部長が、緊張した面持ちで向かいの席に座っていた。翔太の額からは、滝のような冷や汗が流れ落ち、必死に時間を気にしている。予約した超一流ホテルのケータリングが、約束の時間を過ぎてもまだ届かないのだ。その時、まるで死刑宣告のように、翔太の携帯電話が静かに振動した。液晶画面には、予約したホテルの名前がはっきりと表示されている。はい、立花です。裏返った声で電話に出る翔太。しかし、受話器の向こうから聞こえてきたのは、あまりにも絶望的な知らせだった。大変申し訳ございません。厨房で大規模な機材トラブルが発生してしまいまして、本日、お料理の提供が完全に不可能となってしまいました。そんなバカな、今更言われても困ります。どうにかなりませんか。誠に申し訳ございません。重ねてお詫び申し上げます。無情にも、電話は一方的に切られてしまった。翔太の顔から、まるで血という血がすべて抜き取られたかのように、色が消えていく。その様子を見ていた山田社長が、血を這うような低い声で言った。立花くん、一体どうしたのかね？まさかとは思うが、食事の用意がまだできていない。なんてことはないだろうね。いえ、滅相もございません。ほんの少し手違いが発生しただけで、隣に座る部長の顔も、もはや紙のように真っ白になっている。会社の未来をかけた、
絶対に失敗できない大切な接待が、始まる前に完全に終わろうとしていた。絶対絶命の危機、応接室にいる誰もが、そう確信した。まさにその時だった。コンコン、と控えめながら無凛としたノックの音が、静寂を破った。一体誰だ？今は取り込み中だぞ。翔太が、八つ当たりするように苛立った声で叫んだ。ゆっくりとドアが開き、そこに立っていたのは、見慣れないスーツ姿の女性だった。そう、私の唯一無二の親友、めぐみだ。立花翔太さんでいらっしゃいますね。はじめまして、ゆき先生の担当編集をしております。佐藤と申します。めぐみは、完璧なビジネススマイルを浮かべながら、一枚の名刺を翔太に差し出した。翔太は、目の前で起きていることが理解できず、ただ目を白黒させている。ゆき先生、なぜ、あなたがこの場所を知って、先生の素晴らしいお料理を、心から待ち望んでいる方がいらっしゃるとお聞きしましたので、めぐみがそう言っていたずらっぽく微笑むと、その背後から、もう一人の人物が静かに姿を現した。それは、いつも翔太が見下している、妻の美咲だった。しかし、その姿は、いつもの彼女とは全く違うオーラを放っていた。純白のコックコートに身を包み、長い髪をキリリと後ろで一つにまとめている。その胸元には、テレビや雑誌で何度も見た、あの雪のロゴが見事に刺繍されていた。私は、サービスワゴンを静かに押しながら、ゆっくりと部屋の中央へと進んでいく。ワゴンには、まるで宝石のように輝く、彩り鮮やかな料理の数々が並んでいた。遅れて応接室に駆けつけてきた義母のかよさんと翔太が、信じられないという表情で私を見つめている。美咲？お前、どうしてそんな格好をしているんだ？これは一体、どういうことなんだ？何かの悪い冗談じゃないのか？二人の醜い動揺など気にも留めず、山田社長がゆっくりとソファから立ち上がった。その目は、少年のような純粋な尊敬と、抑えきれない興奮でキラキラと輝いている。まさかとはあなたが、あの伝説の料理研究家、ゆき先生ご本人でしたか。お会いできて、こんなに光栄なことはありません。山田社長は、会社のトップという立場も忘れ、深々と私に向かって頭を下げた。私は、穏やかな笑みを浮かべ、プロフェッショナルとして完璧な一礼を返す。はじめまして、山田社長。私がゆきです。本日は、立花さんの大切な接待のために、心を込めてお料理をお作りしました。その一言に、翔太は立っていることもできず、その場にへたり込みそうになっていた。嘘だ、そんなことがあるはずない。お前がゆきなわけないだろう。だって、お前の作る飯は、いつも、まずい、とおっしゃっていましたよね。私は、氷のように冷たい声で、翔太の言葉を遮った。そして、ワゴンに乗せられた美しい一皿、タイのポワレを静かに指さした。それは、昨晩、翔太がゴミ箱に無慈悲に叩きつけた料理と、全く同じものだった。その料理は、先々月の有名料理雑誌で、栄えある関東特集を組まれたものです。多くのフレンチレストランが、お店の看板メニューにしたいと申し出てくれています。次に、完璧な火入れで焼き上げられたローストビーフの塊を指し示した。そちらのローストビーフは、大手食品メーカー様との共同開発で生まれた自信作です。このレシピ一つが生み出す経済効果は、あなたの年収の何倍にも達しているんですよ。私は、ワゴンに並べられた料理の本当の価値を、一つ一つ丁寧に説明していく。翔太と、義母であるかよさんの顔が、みるみるうちに青から白へと変わっていく。ここで、めぐみがダメ押しとばかりに、持参した分厚いファイルを開いてみせた。こちらが、ゆき先生がこれまでに出版された数々のレシピ本の実物です。累計発行部数は500万部を優に超え、その印税収入だけで都心にビルが建ちます。その衝撃的な事実に、応接室にいた誰もが完全に言葉を失って息を飲んだ。山田社長が、心底呆れ返ったという表情で、
ゆっくりと翔太の方を振り返った。立花くん、君はとんでもなく愚かなことを、毎日毎日してくれていたんだな。世界が認めるほどの素晴らしい料理をまずいなどと言って捨てていたというのかね。それはその彼女が何も言わないものですから。翔太は、もはや意味不明な言い訳を、か細い声でつぶやくことしかできない。追い詰められた義母のかよさんが、今度はヒステリックに私を指さして叫んだ。そうよ。何も言わずに私たちを騙していたなんて、この子はなんて性悪な嫁なの。嫁の分際で、夫や姑をコケにするなんて、絶対に許されることじゃないわ。その見苦しい逆ギレに。しかし、私の心は1ミリたりとも揺らがなかった。私が何も言わなかったから、ですか？言ったら、あなた方は信じてくれましたか？私の静かで、それでいて芯のある問いかけに、かよさんはぐっと言葉を詰まらせる。あなた方は、私を料理しか取り柄のない役立たずな嫁としか見ていなかった。私が何を言おうと、どうせバカな嫁のざれ言だと、耳を貸そうともしなかったはずです。私が欲しかったのは、料理研究家ゆきとしての評価ではありません。妻として、家族として、ただ一言おいしいと笑って欲しかった。ただそれだけなんです。心の底から絞り出した私の悲痛な叫びに、二人はついに自分たちが犯した罪の重さを理解した。そして、これから失うであろう、あまりにも大きなものの価値にも、次の瞬間、翔太とかよさんは、まるで示し合わせたかのようにその場に崩れ落ちた。そして、床に額を何度も何度もこすりつけながら、みっともなく謝罪を始めた。美咲、頼む。俺が本当にバカだったんだ。どうか許してくれ。これからは心を入れ替える。お前の料理を世界で一番だって毎日言うから。美咲さん、ごめんなさい。私が全て間違っていました。どうか、離婚だけは考え直してください。これからは何でもしますから。会社の未来も、世間体も、もはや彼らの頭にはなかった。ただ、金の卵を産み続けるガチョウを、何としてでも手放したくない。そのあまりにも浅ましく、利己的な本音が、その醜い姿から透けて見えた。私は、そんな哀れな二人を、ただただ冷たい目で見下ろしていた。心の中は、嵐が過ぎ去った後の海のように、不思議なほど穏やかに泣いていた。もう、悲しみも、怒りも、憎しみさえも、そこには存在しなかった。ただ、これから歩むべき未来への、揺るぎない一つの決意があるだけだった。私は、ゆっくりとコックコートの懐に手を入れた。そこから取り出したのは、一枚の、丁寧に折りたたまれた紙。すべての項目が、私の直筆で完璧に記入された、離婚届だった。それを、今もなお土下座を続ける翔太の目の前に、ひらりと落としてやった。もう、何もかもが遅すぎるんです。その言葉は、まるで死刑執行を告げるかのように、静まり返った応接室に響き渡った。あなたたちが毎日ゴミ箱に捨てていたのは、ただの料理だけじゃありません。私の心と、私の時間と、私の愛情、そのかけがえのないすべてだったんです。慰謝料と財産分与の詳細につきましては、私の顧問弁護士から後日改めてご連絡します。私は、もう彼らを一度も振り返ることはなかった。山田社長に、プロとして完璧な一礼をし、めぐみと共に、その場を後にする。後ろで、翔太とかよさんの絶望に満ちた泣き叫ぶ声が聞こえた気がしたが、私の心はもう二度と揺らがなかった。重厚な応接室の扉を開けると、窓から差し込む西日が、まるで祝福の光のように私を温かく包み込んだ。ああ、やっと終わったんだ。そして、ここからが、私の本当の人生の始まりなのだ。数ヶ月後、私は、料理研究家ゆきとして、正式に顔出しでの活動を開始していた。テレビの料理番組や、有名雑誌からの取材依頼が殺到し、多忙ながらも信じられないほど充実した毎日を送っていた。そして、長年の最大の夢だった、
自分自身の小さなレストランをついにオープンさせた。店の名前はラリベルテ。私の愛するフランスの言葉で自由を意味する。特別な名前だ。開店初日。私の新しい城は、たくさんのお祝いの花と、お客様の笑顔で満ち溢れていた。その中には、もちろん、山田社長の姿もあった。彼は、私の料理を一口食べるごとに、まるで子供のように目を輝かせて喜んでくれている。一方、立花翔太と佳代さんが、その後どうなったか。翔太は、あの日の歴史的な大失態が原因で、会社に居場所を完全になくし、自主退職という名の解雇に追い込まれた。そして、あの広すぎた豪邸は、当然のように財産分与で私の所有物となった。二人は、都心の古くて日当たりの悪い、狭いアパートで、惨めな暮らしをしていると風の噂で聞いた。ある日の夜、閉店後のレストランで、私は新しいスタッフたちとささやかな祝杯をあげていた。店の片隅に置かれたテレビに、偶然、あの二人の現在の姿が映し出された。どうやら、現代社会の格差と転落を描く、シリアスなドキュメンタリー番組の一コマだったらしい。薄暗い部屋の中、生気のない目で、湯気の立つカップ麺をすする翔太の姿。その横で、うつろな表情のまま、壁の一点を見つめ続ける佳代さんの姿。あの頃は、本当に天国だったんだな。翔太が吐き出した後悔の言葉を、番組の無慈悲なマイクがはっきりと拾っていた。若いスタッフの一人が、気まずそうにリモコンを手に取り、チャンネルを変えようとする。私は、それを大丈夫だからと、静かに手で制した。私は、彼らをかわいそうだとは、もはや全く思わなかった。それは、彼ら自身が、自分たちの手で選び取った未来の姿なのだから。ただ、静かに、そして冷静に、その当然の結末を見つめていた。私の隣に座っていためぐみが、そっと私のグラスにワインを注ぎ、自分のグラスを合わせてくれる。本当におめでとう。美咲、あなたは、本当の意味で自由を手に入れたんだね。うん、心からありがとう。めぐみがいつも側にいてくれたからだよ。私たちは、未来への希望を込めて、笑顔で赤いワインを飲み干した。本当の価値を見抜くことができない人間に、誰かを幸せにする料理を作る資格などない。私は、自分のこの手で、世界で最も素晴らしい最高のスパイスを手に入れたのだ。それは、どんな高級食材にも勝る。お金でも名声でもない。自由という名の、何者にも代え難い、かけがえのない人生のスパイスだった。私のレストランの大きな窓から見える都会の夜景は、まるで星空のように、どこまでも明るく、そして美しく輝いていた。それはまるで、これから始まる私の素晴らしい未来そのものを象徴しているかのようだった。いかがでしたか？もし、一人の女性が自らの価値と誇りを取り戻したこの物語に、心を動かされた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。これからも、理不尽に立ち向かう人の強さや、それを支える絆を描いた物語をお届けしていきます。あなたの日々が、自分を信じる希望に満ちたものでありますよう。